今回はこちらナッシングイヤー2というですねワイヤレスイヤホンをレビュー用にメーカーの方からお送りいただきましたので、こちらをレビューしていきたいと思います。というわけで丁寧な暮らしガジェットです。こちらのナッシングイヤー2なんですけども、3月23日おそらく動画投稿日だと思うんですけどもに発売されたばっかりの最新のワイヤレスイヤホンですね。普段私はですね主に AirPods をメインで使っていて iPhone ユーザーなんですけども、こちらの製品はですねかなり音質も良くて、あとアクティブノイズキャンセリング機能もですねパーソナライズされたその人に合ったノイズキャンセリングも提供されるということです。今回はですね主にそういった AirPods であったりとかその他の人気のワイヤレスイヤホンとですね音質やノイズキャンセリング性能の比較なんかをメインにこちらレビューしていきたいと思います。それでは早速開封からしていきましょうか。すごくコンパクトでデザインがいいですね。こちらからオープン。これはナッシングアップっていうこの QR コードを読み込んで専用のアプリをインストールして使うみたいですね。付属品から見ていきましょうか。それから日本語もありますね。なんかゲームっぽくなんかテンションの上がるデザインをしてます。こちらが本体ですね。どうでしょうか。サイズ感としてはですねこれぐらい。ケースだけで見ると少し AirPods より微妙に大きいかなっていう、見た目がすごくおしゃれですね。あとはこちらに USB Type-C ケーブルですね。布じゃないんですけどなんか薄く布にビニールの被膜がかぶってるようなケーブルですね。両方とも Type-C です。こちらがイヤーチップですね。S と L が、左右それぞれ4つ入っていますので、ついているのが M っていうことですかね。ケースを見ていきますと、こちらにですね Type-C の充電のポートがあるのと、これがペアリングのボタンですかね。インターフェースはシンプルですね。じゃあ早速開けていきましょう。マグネットで吸い付くように開閉しますね。あとイヤホン自体もマグネットでついていますね。こんな感じです。耳に当たる部分は白くてシンプルな見た目なんですけども、この軸の部分、AirPods っていううどんの部分ですねはスケルトンになっていて、中の、そんなメカメカしくはないですけど機械部分が見えるっていうシンプルさとおしゃれさを両立したようなデザインになっていますね。非常になんというか中二心くすぐるというか、ガジェットを持っているっていう所有欲が満たされるようなデザインかなと思います。というわけで簡単にスペックをなぞったところでですね、皆さん実際音質やノイズキャンセリングの性能が気になるかなと思いますので、私が普段使っている、ジャブラのイヤホンと、あと Apple の AirPods Pro と、それとこの、ナッシングイヤー2とですね音質ノイズキャンセリング等を、並行で聞いて比較をしていきたいと思います。はい、それではですね、じゃあ皆さん一番気になってるであろう音回りについて比較をしていこうと思います。こちらのナッシングイヤー2と、こちらがジャブラの 85T で、こっちが AirPods Pro ですね。ジャブラもですね結構音質に定評のある2万円ぐらいのモデルということで、
同じぐらいの価格帯として比較できるかなっていうのと、 AirPods Pro はですね、3万円ぐらいしてちょっと高いんですけども、音質というよりも、ノイズキャンセリングですねが非常に優秀な機種として、皆さん評価されてるかなと思うので、この辺りとですね比較をしてどれぐらい使えるかというのを検証していこうと思います。ナッシングイヤーはハイレゾに対応していて、他は対応してないんですけども、ハイレゾのですね対応コーデックが LDHC っていうですね、結構一部のスマホとかしか搭載してないようなコーデックになっています。ですので、このまま iPhone につなげてもおそらくですね AAC っていうコーデックで接続されると思うので、実際は接続の条件は同じになると思います。一応ですねハイレゾ対応しているということで LDHC を使える環境とかスマホを持ってらっしゃる方は特にこの中でも、ナッシングイヤー2がいい選択肢になるんじゃないでしょうか。ハイレゾはコーデックの関係でできないとはいえ、音源自体は一応 Apple Music のハイレゾロスレスの音源でいこうと思います。じゃあこれにしましょうかね。チェンソーマンのエンディングの、あのちゃんの種多様性ですね。これを、聞いていこうと思います。じゃあ AirPods Pro から聞いていきます。じゃあ3つ目、ナッシングイヤー2聞いてみましょう。ですね、3つとも聞きました。まず結論から言うと、一番好みなのはナッシングイヤー2ですね。高音から低音までしっかり出ているっていうのと、何より高音がですね結構クリアに澄んだような空気感が伝わってきて、金物の鳴りだったりとかスネアの音とかっていうのがすごく生っぽく、リアルに聞こえるっていうのが一番気に入った理由ですかね。ジャブラもですね音質はすごくいいんですけども、ちょっとナッシングイヤーより高音が詰まった感じがするのと、低音に関してはただジャブラの方が、より分厚くてですね、音量を上げても破綻していないような感じはしましたね。同じぐらい低音を聞こうと思ってナッシングイヤーの方で音量を上げると若干低音が詰まってもごもごして聞こえるようになってくるので、すごく低音が効いた音楽を聴きたいんだったらジャブラもありかなと思うんですけど、オールマイティにはナッシングイヤーがいいかなと思います。ちなみに AirPods はですね、私イヤーチップをサードパーティー製のちょっと低音がよく聞こえるようなものに交換したりして若干音質を上げてるつもりなんですけども、それでも全然高音もですねあんまりはっきり出てなくて、音量を上げるとすごく破綻したような音になってしまいますし、低音もこの2機種に比べると全然っていう感じですね。高音も低音も出てないので、よく言ってしまえば聞きやすい音とも聞こえるかもしれない。あんまりリスニングに向いたというよりはながら聞きするのにふさわしいような、音質かなというふうには思いますけども、総合評価としてはナッシングイヤー2が一番音楽を聴くんだったらおすすめできるイヤホンなんじゃないのかなと思います。じゃあ次にですね、後ろのパソコンで環境音楽を流しますので、ノイズキャンセリングモードにしてどれだけ外の音が遮断されるかということを見ていきましょう。はい、じゃあ最後にナッシングイヤーを聞いてみます。ですね、ノイズキャンセリングの性能に関しては正直その3機種とも聞きに差はほぼないかなと思いました。なんか気持ちジャブラが一番静かになってるような気はしましたが、ほぼほぼ比較してもそこまで違いはないのかなと思いました。
今回ですね、雨の音で検証したので、例えば電車とか飛行機とか違う音の環境だと違う結果になる可能性はあるかなと思いますけども、うるさい環境で静かに仕事をしたいっていうニーズにはですね、しっかりと応えられるんじゃないのかなと思います。ただですね、外音取り込みモード、アンビエントサウンドとかトランスペアレンシーとかっていう言い方はそれぞれありますけど、に関しては、若干やっぱり AirPods Pro が強いかなという感じがします。他の2機種もですね、全然使えないとか違和感があるということはあんまりないんですけども、やっぱり何かがこう耳の中に挟まってる感じっていうのはあって、 AirPods はですね、もうなんか耳に何もついてないんじゃないかぐらい、かなりクリアに外の音も聞こえるっていうところで、一番本当につけてる感覚がなくなる、もう本当にこれをつけながら、街中歩いても全然危なくないよっていうような感じですね。ジャブラも、ナッシングイヤーも、すごい違和感があるというわけではないんですけども、ちょっと若干聞きづらくなる感じはあるので、あくまでですね、緊急的に何か外の音を聞くっていう時ぐらいにして常時つけるという使い方はしない方がいいんじゃないのかなというふうに少し思います。ただですね、結構思ったより接戦というか、この辺りのノイズキャンセリング性能って AirPods の圧勝だと勝手にイメージでは思っていたので、なんかジャブラも昔より改めて比べてみると多分ファームアップとかで性能が上がってる感じがありますね。そういった意味ではナッシングエアもここからファームアップとかをするにあたってですね、より性能が上がっていく可能性はあるので、正直このノイズキャンセリングがいいから悪いからっていうようなところで、これはないなとかあるなとかっていうことを選ぶ必要っていうのはそんなにないんじゃないのかなと思います。そういう感じですかね。いずれにしても総合力を含めて一番おすすめできるのは、私は今回比較した3機種の中だったらナッシングイヤー2が一番おすすめなんじゃないのかなと思います。それではですね、このナッシングイヤー2は専用のアプリケーションがありますので、それとの連携をしていこうと思います。デバイスのペアリング、そしてライトが点灯するまでペアリングボタンを押してますね。反応したので、はい、接続ができました。デバイスのセットアップをします。タッチ操作のチュートリアルですね。1度押しで開始と停止、2度押しで、次の曲、3度押しで前の曲、長押しでノイズコントロールのオンオフということで、ここはもう標準的な、AirPods と一緒の操作ですね。AirPods と同じくこの軸の部分を横にですねつまむと操作ができます。結構ワイヤレスイヤホンってタッチ操作のものも多いかなと思うんですけど、タッチ操作のやつだとですね、ちょっとこう位置を、ずらしたりとか直したりしたタイミングで反応して再生が止まっちゃったりとか、個人的には割とそんなに好きじゃなかったので、ボタン操作というのは非常にいいですね。はい、じゃあ設定を見ていきましょうか。この辺りはインイヤー検出やパーソナライズノイズキャンセリングとか低レイテンシーモードとかがありますね。ちょっとせっかくなのでパーソナライズされたノイズキャンセリングをやってみましょう。イヤホン装着して静かな状態を保って会話もしないと。ちょっとテスト開始します。はい、これだけで、テストが完了してパーソナライズされたノイズキャンセリングが適用されましたね。特に細かい設定をいじるというわけじゃなくて、つけた状態で設定をするだけっていう感じでした。変わったかというと、変わったような変わらないようなっていう感じですけど、実際テストをして最適化しているので、何もしてない時よりは性能は上がってるんじゃないのかなと思います。イヤーチップのフィットテストもやってみましょうか。これも問題ないということですね。じゃあ次にパーソナライズ
されたサウンドを試してみましょう。5分間の聴力検査を受けるということで、青年を入れるということですね。なんか結構難しかったですね。普通の聴力検査の音って無音の中鳴るんですけど、すごいなんか虫の声というかセミの音みたいなところが鳴ってる中で、一緒のような音が鳴るので、すごくやっぱり高音は聞き取りづらかったですね。とはいえ問題なくパーソナライゼーションが完了したので、これで終了してみます。サウンドピーツのアプリとかでも聴力検査っていう機能があって、そこで検査をした内容をもとにパーソナライズされるんですけども、それよりなんかより厳密な検査が行われて、なんかパーソナライズされた後のイコライザーもすごくなんかいいような、もうこれ感覚でしかないんですけども、すごくなんか生に近いような聞こえ方がしているような感じがしますね。はい、機能としては当然イコライザーの変更もできますね。プリセットされた内容もあれば、カスタムで、なるほど、グラフィックイコライザーの感じじゃなくて、低音、中音、高音っていうこの3つのバーをいじるような感じなんですね。一旦バランスにしときましょうか。ノイズコントロールは、高中低アダプティブっていうのがありますね。もうどんな時でも常に、高い状態にしておきたいんだったらこうでいいと思うんですけど、アダプティブっていうのはおそらくうるさいところでは強めに聞いて、静かなところではそうでもないっていうようなのを自動で変更してくれるような機能っぽいですね。一旦アダプティブにしときましょうか。もちろんオフにすることもできれば、トランスペアレンシーっていうのが、AirPods でいうとこのアンビエントモードですね。周りの音も若干聞こえるようになるっていう感じです。あとは左右それぞれで、押した時にどういう挙動をするのかっていうのが設定できるようですね。一度押しはカスタマイズ不可みたいですけども、2度押し、3度押し、長押し、2度押して長押しっていうのはそれぞれ設定できるみたいです。あとはデュアル接続っていうのが、2つのデバイスに同時にペアリングをして、こっちで再生されたらこっちで再生されたらっていうのが自動で切り替わるような機能ですね。これは通常状態でオフのようですが、使いたかったらオンにしておけばいいと思います。主にパソコンとスマホをそれぞれ使っているみたいな時に使う機能かなと思いますけれども、一旦もう1台のデバイスを接続する時までオフにしといていいかなと思いますね。こんなところでしょうか。欲を言えばここでホワイトノイズを流したりとか環境音楽を流したりみたいな機能があればよりいいかなとは思いましたけども、それぞれですね、パーソナライズされたイコライザーやノイズキャンセリングの設定などは簡単にできて非常にいいかなと思います。というわけでですね、
3機種の比較も含めてもろもろレビューをしてまいりました。私から言えるのはですね、音質だったり、アクティブノイズキャンセルだったり、あとアプリの使い勝手、それを総合して価格も含めてですね、今まで買ったワイヤレスイヤホンの中では最も出来がいいイヤホンなんじゃないのかなと思います。結構やっぱりどうしても Apple の製品を使ってることが多いので、AirPods だとシームレスにいろいろ他の機種との接続とかもできて便利だなって思ってたんですけども、それを、上回るほどの音質の向上っていうのがこの価格でできるんだったら、もう全然これがあればいいなというふうに思いますね。今回たまたまレビュー用にご提供いただきましたので、そういった出会いでしたけども、これシンプルに手に取っていたとしても気に入って買ってる可能性全然あるというか、少なくとも私はお勧めできる機種かなと思うので、この動画を見た方はですね、是非迷ってらっしゃるんだったらですね、そのまま迷わずにポチっていただけるといいんじゃないのかなと思います。丁寧な暮らしガジェットでは皆様の生活を豊かにするガジェットの紹介やレビューを行っております。気になるガジェットなどがあればぜひ気軽にグッドボタンや高評価でレスポンスをいただけると大変嬉しいです。よろしければこの機会にぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた私が新しいガジェットを買ったらお会いしましょう。